皆さんこんばんは、さちです。今回は今トレンドのブルーとブラウンの組み合わせでグラデーションが可愛いチェックネイルをやっていきます。ブランケットみたいにふわっと見えるデザインです。それではやっていきます。スタート。ベースコートは気になっていたノイロのリビルドコートを使いました。こちらはベースとしてもトップとしても使えるものになります。加水分解ケラチン配合で爪を保湿し、弱くなった爪を守るベース&トップです。使い方は毎日もしくは1日おきに塗り重ねていって、1週間を目安にオフしてまた塗り直します。ノイロは履質が良くて塗りやすいし、ツヤ感もすごく綺麗です。まずはキャンメイクの N29 番を使います。N29 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。この間はベースに OPI のネイルエンビーを使ったんだけど、今回使ったノイロと比べていい方をリピートしようと思って、とりあえず2つとも買ってみました。今のところ感じる違いとしては、同じ2度塗りだと厚みは OPI の方がほんの少し上、速乾性はノイロの方が高いと感じました。人差し指と小指にはチフレの770番を塗ります。一度塗り目はムラになってもいいので、根元やサイドのライン取りを意識して塗ります。ゆっくりでいいので、できるだけギリギリを攻めてください。私もまだまだ技術不足で隙間が空いてしまいます。こればかりは練習あるのみです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたらすべて2度塗りしていきます。2度塗り目は1度目よりも少したっぷりめに液を取ってムラを隠すようにふわっと刷圧をかけずに塗ります。1度塗り目はライン取りを意識しながらゆっくり塗りましたが、2度目はできるだけさっと手早く塗ります。刷毛に取る液量は爪の大きさによってそれぞれ違いますが、何度か塗っているうちにだんだんと適量がわかるようになります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの006番を使います。人差し指に006番でラインを描いていきます。メインのデザインはこの後マスキングテープを使うので、しっかり乾かしている間にサブを先に塗っておきます。ラインを描く位置は中心ではなく少し外側に寄せて描くようにします。刷毛に液を少し多めに取って描くというよりもラメを置いていくようなイメージです。ラインが曲がらないように軌道を調整しながら少しずつ描いてください。小指も同じように006番でラインを描いていきます。中心に描こうとすると中心からずれちゃって失敗することがあるけど、外側に寄せることでそのあたりも気にしなくていいです。薬指は006番で爪の周りを囲んでいきます。私は際にラメを乗せていきますが、爪を細く見せたい方は根元と爪先はギリギリのところに塗って、サイドは際よりも少し内側に塗るといいですよ。普通にカラーを塗る時もですが、サイドをわざと開けて塗ることで爪を細長く見せることができます。爪の形に合わせて調整して塗ってみてください。このサブアートを塗っている間に親指と中指が乾いているので、乾燥時間は取らずに次の作業に進みます。マスキングテープを使います。こちらはダイソーで購入しました。6個入りくらいで100円だったと思います。マスキングテープを適当な長さに切って肌にペタペタして粘着力を弱くしておきます。ペーパーパレットとメイクスポンジも用意します。スポンジは小さくカットしておいてください。マスキングテープを根元1/3分の1くらい開けて斜めに貼ります。爪先も1/3分の1くらい開けたところに貼ります。チフレの770番を使います。770番をパレットに少し出してカットしたスポンジにしっかりなじませます。なじませたら親指の根元にポンポンします。外側半分くらいにポンポンしてください。
発色が弱くなってきたら再度スポンジにカラーをなじませて実目が透けなくなるくらいまでポンポンします。皮膚についてしまったところは後から拭き取るので気にせずに際までしっかりポンポンしてください。今度は爪先の外側半分にもポンポンします。根元と同じ濃さになるまでポンポンしてください。こんな感じ。今度はチフレの971番を使います。971番をパレットに少し出して先ほどと同じようにスポンジになじませます。なじませたらブラウンの隣にポンポンします。ブラウンにも少しだけ重なるようにポンポンすると2色が綺麗になじんでグラデーションのように仕上がります。こんな感じにできたらテープを優しく剥がします。綿棒に除光液を含ませてはみ出したところを拭き取ります。中指もマスキングテープを貼って同じようにポンポンしていきます。マスキングテープは太いのを1本貼ると根元に合わせると爪先が歪んだりして対称にするのが難しいので細いのを2本貼る方がおすすめです。爪が小さめの方は細いのを1本貼るだけで大丈夫だと思います。スポンジで色をつける範囲は3分の1くらいよりも狭くなってしまうとせっかくのグラデーションが目立たなくなってしまうので最低でも3分の1くらいは開けてテープを貼るようにしてください。範囲が少し広くなるのは全然 OK です。スポンジの工程では乾燥時間は不要です。ネイルホリックの WT080 番を使います。WT080 番で爪先のカラーに沿ってラインを描いていきます。WT080 番はリニューアル前の商品なので今は WT017A という品番に変わってます。中指も同じようにラインを描きます。力が入るとプルプル震えてしまうので力を抜いて描いてください。乾燥時間は取らずに進みます。チフレの006番を使います。006番で根元のカラーに沿ってラインを描きます。ホワイトのラインはスーッと一気に描いた方が綺麗に仕上がりますが、ラメの方は少しずつ描いて大丈夫です。今度は今描いたラインと交差するように描いていきます。根元側と爪先側に2本交差ラインを描きます。2本が平行になるようにとりあえず短めに描いておきます。私の場合は平行になるように軽く位置決めしてから描く方が楽なのでこうしてますが、最初に1本描いてから2本目を描いてももちろん大丈夫。やりやすいように描いてください。根元と爪先をそれぞれ3分の1くらい開けてラインを描いてますが、2本のラインの間隔もお好みで OK です。中指も同じようにラインを描いていきます。サブアートの時と同じようにハケにたっぷりめに液を取って液を置いていくようなイメージでやると描きやすいですよ。描くのが難しいと感じる方はラインテープを貼るのもいいと思います。ラインが描けたら2分くらい乾かします。ダイソージェネネイルのベースコートを使います。ベースコートをパレットに出してスポンジに軽くなじませます。なじませたらスポンジで色をつけた部分にポンポンします。これをやっておくことでトップコートを塗った時ににじむのを防止します。今度はハケを使ってホワイトのラインの上をコーティングします。ホワイトラインもにじむことがあるのでこれでにじむのを防止します。中指も同じようにコーティングします。ラインの上はスタンプを押すように優しくコーティングしてください。セリアで購入したネイルシールを使います。ジャンコードはこちらです。
お好みのくまちゃんシールを台紙から剥がして薬指の真ん中より少し下側に貼ります。今度はリボンシールを剥がしてくまちゃんの上に貼ります。シリコンペンを使ってしっかり密着させてください。仕上げにトップコートを塗ります。カラーの縮みが気になる方はキャンメイクのジェルボリュームトップを塗ってからネイリストを重ねてください。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ふわふわチェックネイルの完成です。チェックのグラデーションがすごく可愛くないですか？ブラウンとネイビーって合わない印象だけど、やってみたら相性抜群でした。使用したものをまとめます。右手はこんな感じ。中指と薬指を交換してくまちゃんシールも色違いを使いました。チェック柄にくまちゃんがすごくぴったり。今度は色を変えてまたやりたいデザインです。皆さんもぜひ真似っこしてみてくださいね。次回はひんやりとした寒空グラデをご紹介します。お楽しみに。またねー。